皆さんこんにちは、フーディーボーイです。昨今の高級飲食店はお寿司屋さんに限らずお任せのみ、時間は一斉スタート、それでいて予約困難という正直お客さんには不都合なお店が当たり前の世の中になってきました。そんな中で僕の通っている大好きなお寿司屋さんが流行りの逆を行くようなすごいことを始めました。それが広尾にあるこちらの寿司屋のぶさんによる究極の深夜食堂です。こちらのお店は初めて行った時から料理への情熱に感動して、それからずっと通っています。店主のノブさんは技術の幅がすごくて、日本料理と江戸前寿司だけでなく手打ちそばとうなぎも専門店で修行を積まれていて、一人で和食のオールスターみたいな料理が作れちゃいます。そんな引き出しのあるノブさんがお好み、つまりアラカルトで一品も握りもそばも好きなようにわがままを聞いてくれるので最高です。お客さんのことを第一に考えて粋な寿司屋を追求した結果だそうで、今のクレイジーな世の中に必要なお店ではないでしょうか。以前の動画では幅広い調理技術をお持ちなので、仕込みから密着してみてすごい反響でした。そしてそれから何度も通っていながら、今回さらに新しい引き出しがあることも分かったので、仕込みの様子も少し撮影させてもらいました。またアラカルトの営業でなおかつ深夜食堂というぐらいなので、普通に行けばいつもの価格帯よりも抑えめで 2,3 品と 2,3 貫としめそばを食べてお酒を 3,4 杯飲んで1万円前後ぐらいのイメージです。ただ今回はちょっとずつ色々食べたかったので貸し切りにしてたくさん食べてきたので、その料理を一挙に全て紹介します。これだけの技術を持つノブさんが本気を出したらどんな料理が食べられてどれぐらい美味しいのか、仕込みの貴重映像とともにお伝えできる動画になっていると思います。ぜひゆっくりと最後までご覧ください。今日よろしくお願いします。すいません、今日はよろしくお願いいたします。普段は寿司屋の営業から始めて、夜はですねちょっとアラカルトのピン料理の割烹そば屋をちょっと始めまして、これからいろんな料理ですね、料理とそばを楽しんでいただくようによろしくお願いいたします。寿司もお好みで食べれるんですか？もちろんです。はい、寿司もお好みで、召し上がっていただけますので、本来の飲食店の楽しみ方をですね味わっていただきたいなと思って。またなんでこのお好みスタイルを急に始められたんですか？お客様がそういう時間に、コース、一通り食べるのはとても時間もかかるし、あとはちょっとボリューム的にも多いというところで、その深夜の、遅い時間に関しては、好きなものを食べていただこうということで始めました。まさに究極の深夜食堂ですね。そうですね、本当ですね。本来ね、皆さんが味わっていただく上でですね、好きなものを食べていただこうということで。今日はどんなものあります？そうですね、今日ですと、いいところですとね、フグをいろんな形で召し上がっていただくようにちょっとご案内しますので、例えば、白子でしたら、これ揚げ出しとか食べられるし、あとは唐揚げとかですねあります。で今日ちょっと、締めたてのフグなんで鉄砂にするには少し身が硬いので、よかったらねこれも焼いたりとかして焼きフグで召し上がっていただいたりとかできます。おすすめはやっぱ唐揚げ揚げ出しですね。前菜で鉄皮使って一品作るんで、それもぜひ食べてってください。板わさ蕎麦屋ならではって感じですね。そうですね。ここは何屋さんって言ったらいいですか？これはですね、蕎麦を味わえる割烹の方がいいかもしれないですね。割烹なんですけど、寿司屋もいるからもう何でもいけますね。そして日本料理屋の方が近いんですかね。板わさを出すお寿司屋さんはないですよね。ないですね。これ蕎麦屋でしか出さないです。かといってフグを出す蕎麦屋があるかっていうとないですもんね。ないですね。これ鈴廣の板を安曇野のわさびと安曇野わさび、それは最高ですね。やっぱりいいですか？安曇野のわさびは最高ですね。このわさびすごく糖度高いんですよ。一般的な桃と一緒ぐらいの糖度指数16度ありますね。わさびって本当は甘いんですよね。甘いです、はい、辛みもあるから気づかないだけというか、気づかないだけで、そうです。深みは甘さです。はい、どうぞ。うわ、めちゃくちゃいい香りしますね。このわさびすごく香りも甘みも備わってるので、板との相性抜群ですね。まずは板わさ、みずみずしくしっとりとしていてムチムチとした弾力のある食感で、なおかついい素材だからか旨味が強く、これだけでも食べ応えがあります。またクリーミーで香り高く上品な辛みにまろやかな甘みがあるわさびとの相性も最高です。見た目は地味ですが究極の板わさといった感じです。おろしただけでもうカウンター越しに香りが伝わってくるってすごいですね。このわさびだけでも、いいつまみになりますよね。うざくも食べてってください。生から焼き上げる時の串打ちですね。そうですよね。これはもう一回白焼きにしてるんで。いい音っすね。よく考えたらカウンターで調理する蕎麦屋ってのもなかなかないですよね。ないっすね。いやカウンターの蕎麦ってないっすね。よくよく考えたら初めてかもしれないですね。ね、わかめと。めち
ちゃくちゃ香ばしい香りがしますね。まあ出来たてのうざくなんでね。次はうざく。序盤にうなぎのかば焼きだけだと重たいと感じてしまうところを酸味ときゅうりによってさっぱりと調和してくれて、うなぎのうまみ香ばしさは程よく感じられ、味覚のバランスの良さが完璧のうざくです。シャキシャキとしたきゅうりとサクサクのうなぎの食感による心地よさもあります。タレは継ぎ足しですか？タレ継ぎ足しで、やってます。お店できてどれぐらいでしたっけ？今ちょうど2年と3年目迎えて。じゃあ 2,3 年の継ぎ足しタレ。そうです今ちょうど乗ってきてますね。油入ってます。うざくとかも普段はそんな作らないわけじゃないですか。うざく作らないです。こんな味なんで完璧に仕上げられるんですか？いやそう、これはもう感性によるものですね。じゃあね、これうまき卵ですね。うなぎ尽くしですね。うなぎも大好きなんで。うなぎ大好き。完璧ですね。うまき卵ですね。次はうまき。うまきだともう少し温度が上がってうなぎの脂が溶け出していて、うまみと香りはさらに強く感じます。そして卵はジューシーかつふわふわで、その中から柔らかいうなぎの身とともに継ぎ足しによるタレの深いうまみと香ばしい香りがブワッと出てくるような感じで、最高に幸せの味わいです。じゃあフグをこれからおろしていきます。特別な包丁とか使うんですか？本来アイデバというちょっと長い包丁を使うんですけど、僕はこれ1本でいきます。デバですか？デバですね。じゃあまずヒレ取っていきます。ヒレは毒ないんですよね。ヒレ毒ないです。で次くちばし取っていきますね。横に骨がついてるんで、その骨を断ち切るってそうですね。でこれくちばしを。結構硬いんですか？硬いです。でこれくちばしが取れました。このちょっと骨を割ってるところですね。ここも食べれるんですよね。これでも口です。次皮はね切っていくんで、フグ見ての通りなんですけど、これ白と黒と腹が白くて上が黒いみたいなで、白皮黒皮みたいな感じで分けてますよね。そこを分けるように切るんですか？やっぱり毒があるものをさばくって結構神経使いますか？どこに毒があるかはちょっと把握しなくちゃいけないんですけど、それが理解できてれば大丈夫だと思います。カワハギみたいな感じでちょっと剥いでいくんですか？そうですね。フグさばけるお寿司屋さんなんてそうそうないですよね。興味がある人しかやんないですよね。フグを磨きで取れるので、もうさばいてある状態で身だけ切ればいいよっていうやつですね。だから丸で取ることはないというか、これは黒皮。試験では皮を剥ぐにあたってこの白い皮ですね、ここが注意するポイントではありますね。最難関ポイントですか？そうですね。ここ失敗すると全部身がくっついてきちゃうんで。ポイントはここが接続がつながってないとこれ全部取れちゃうんで、試験だとこれで減点になります。じゃあそこに身を持ってかれないようにちょっと筋を断ち切りながら剥がしていくみたいな。そうですね。ここ全部内臓をこっちに残したままで、これが今皮を剥いだ状態ですね。この段階で試験だとここで卵巣、オスかメスかはここで判断しなくちゃいけませんね。今回はそこに白子があるから、白子がね分かりやすくあるこんだけ立派だとねすぐ分かるんですけど、そもそも試験用のフグは状態がすごくあんまり良くない、特に練習なんてそうなんですけど、練習用のフグはもう内臓が全部溶けて中身が分からないようなものが多いんですけど、これはもう立派なフグなので、これ見ての通り今この白子が、しっかりついてますね。これ分かります、素人でも分かります。そうですね。これが卵巣であった場合、当然食べれないので、この卵巣かどうかはちゃんと確認をするというのが試験の内容ですね。そうですよね。そうですね。確かに。これが卵巣であるということは、見た目からしても、当然ちょっと考えられないんですけど、試験だとこれが精巣も卵巣も、大きさが大して変わらなかったりとか、本当ごく稀にですけど良性というのもあります。良性というのは白子と卵巣が片っぽずつついてる状態ですね。これが精巣、精巣ですね。これは白子結構大きい方ですか？いや個体差で結構大きく変わってきますが、今の時期ですね、かなり成熟してきてますね。そこから内臓はもう食べれない？食べれないんですけど、ここでいろいろ取っておきますね。これ皆さんね、これ美味しそうなんですけど、これがフグにとって最も危険なものですね。肝臓ですか？レバーですね。これを食べてしまうと皆さん本当に神経が麻痺して死んでしまいますので、これは本当に絶対に食べないように気をつけてください。逆に言うとフグで死ぬ人が定期的に出てきちゃうのってこれ美味しそうだから美味しそうだから食べちゃって自爆するみたいな。そういうことです。なのでこれは絶対にやってはいけません。
プロがちゃんとこの毒のある内臓とかをはい取り除いている限りは、はい基本的にフグって危険じゃないですよね。まあそうですね。これちなみに2つ目取り出したやつはこれは何ですか？これは脾臓です。脾臓、はいそこは毒がある。はい。でこれがさっき言った肝臓ですね。今は試験ではないので全部これは捨ててしまいますが、これは腸ですね。胃袋と胃腸。はい。今日のフグはどうですか？開いてみて、もうかなり良好ですね。これだけたくさんさばいてきてると開いてみた状態でいやいいフグ割れる。もう締めたてですので、すごく、はい、健康であるのは間違いないです。すぐわかるんですね、やっぱり。わかります。はい。もうあとは身をさばいていくって感じですか？でこのエラも当然ちょっと食べれないので。それは毒があるっていうか普通に食べれないっていうことですよね。そうです。血とかは別に毒を持ってるわけじゃないんですね。そうですね。毒ではないんですけど、当然中には入れないように。これがエラーですね。これが心臓です。これも試験ではこれも選別ですね。こんなちっちゃいんですね。これそれも毒があるんですか？微毒みたいな立ち位置ですね。毒が強い順で結構振り分けがあって、肝臓が一番危ないですね。はい。これまだね腎臓ついてるんですよ。これ腎臓です。その釜らへんについてるやつですか？そうなんですよ。はい。これもね全部取んなくちゃいけないですね。それは毒はないですか？毒です。これ毒ですか？これ毒です。そこはきれいに落とさないと。はい、そうです。はい、ダメです。この後きれいに洗うんでね。結構でも身に近いところにがっつりついてるもんなんですね。そうなんですよ。だから危ないですね。危ないですね。危ないです。素人目にはなんかちょっとした血合いかなぐらいに見えちゃうんで見えちゃいますね。危ないですよね。危ないですね。なので試験が厳しいんだと思いますね。これ見てる方がですね、決して知識のある YouTube だけで勉強しないように気をつけてください。そうですね。ちゃんとプロに学びましょう、はいっていうことですね。はい。命に関わることですからね。そうですね。食べていいフグ、食べちゃダメなフグは本当に、あとは見極めが難しいフグも出回ってるので、うかつに食べないようにしていただいて。マフグ、ゴマフグ、いろいろありますよね。ね、あります。だからその見極めの難しいフグをこれ大丈夫だよっつってね、うかつに食べないように気をつけてください。その辺の部位は食べられる部位ですよね。これは食べられる部位ですね。はい。今捨てた部分は腎臓が強い部分なんで、ここあらかじめ取っちゃいました。これが食べられないものリストです。ちなみにこれは今回食べられるこの清掃ですね。これは食べられる。これは食べられる、食べられる。トラフグの内臓の中で唯一食べられるのがはい、この清掃白子。清掃ですね。これ唐揚げにします。唐揚げで美味しい部位はね、もう僕はくちばしが大好きですね。それはくちばしですか？くちばしですね。これが頬骨の頬ですね。ここも身がしっかりついていて、ここも唐揚げで。やっぱ骨周りは唐揚げがうまいですか？唐揚げは最高です。筋肉使うところ唐揚げがうまいです。ムキムキの身っていう感じですか？筋肉質な身の状態のことを言います。すごい骨硬そうですね。関節を切ると切りやすいんですけどね。今は骨断ち切った感じですよ。今骨断ち切りましたね。で今このフグの身はすごく弾力があるので、刺身にするときは一回寝かせないと刺身で引くことはできません。今日は食べれないんですね、刺身。食べるのはちょっと難しいかもしれませんね。どうしても食べたいって言われたら時は弾力を楽しむ感じでそうですね。かなり歯ごたえがあります。薄作りにはちょっとしづらい状態なんですか？はい、そうですね。我々が薄く引くことができません。この状態であると。新鮮だからっていいわけじゃないんですね。そうですね。白身全般に言えることなんですけど、まだ細胞が生きてるうちは弾力が、包丁が弾かれるような感覚ですね。今は本当にプリプリの状態、歯ごたえがあって硬くてちょっと食べづらいと思います。正直旨味がないので、多分食べてもそんなに美味しいと感じないかもしれません。どれぐらい寝かすんですか？これ、最低でも1日でも2日ぐらいは寝かしたいところですね。そのまま寝かせる感じですか？そのままです。はい。筋肉を休ませるということですね。で、これはさらしに包んで休ませます。では早速ですけど、ちょっと鉄皮で皮食べてみたいです。そうですね。一品作りましょうか。フグの専門店もやろうと思ったらできるぐらいですか？できなくはないですけどね。それなりの、労力は
使いますよ。僕はもともと資格を取ってからいろいろフグやってるんで。結構シャキシャキって音するもんなんですね。そうなんですよ。これ切るの結構実は難しい切りづらいんですよね。シャキシャキって音が、うん、フグとかアラカルトで食べれるってすごいですね。目の前で調理するんで面白いですよね。手間暇かけてそうですね。皮を剥いでたことを考えると、そうですね。味わい方も変わってきますね。変わってきますよね。はい、まずはこれ突き出しは鉄皮、ポン酢ありですね。ポン酢は自家製なんですか？もう自家製です。はい。ここからはさばきたてのフグの料理をいくつかいただきました。まずは鉄皮、フグの皮のことです。温度が少し高めになっていて、それによって皮の旨味が感じやすいです。そしてポン酢がまろやかで優しい味わいになっているので、酸っぱくてポン酢の味しかしないなんていうことはありません。もっとキンキンに冷たいかと思ったら、お野菜のおかげで人肌の温かさというか、温かさにそうそうそう。フグ皮ってなんかあったかい感じで食べるイメージなかったんで。確かに、はいちょっと美味しいですね。鍋仕立てに近いです。じゃあフグの部位使って唐揚げしていきます。この部位はすごく唐揚げに適してるんで。どれがどの部位ですか？これが、ほほ肉ですね。ほほ肉とこれがくちばしで、これは、胸肉です。どこもね筋肉使うところなんで、これ噛み締めた時すごくプリプリしてますね。これ醤油と絡まってる衣が非常に味がいってます。はい。こうやってちょっと少し色づいてきたぐらいがちょうどいいですね。油をこれ揚げた時の音で揚げ上がりを確認できます。天ぷらの職人さんと同じことをおっしゃいます。そうですね。確かに音がちょっと強くなってきた感じしますね。パチパチ。中の水分と入れ替わってるので、最終的には気泡がどんどん大きくなったところからどんどん小さくなっていきます。気泡が大きくなってるということは中の水分が抜けすぎてきてるっていう。そうですね。大きく抜けてきてるところですね。ただカラッカラにする必要はないので、中の水分が完全に抜けてしまうとパサパサになってしまいますよね。そうならないように。じゃあ少しパチパチと言わせつつ、程よい時に揚げちゃうみたいな。そうですね。はい。中の水分を抜けてしまうと美味しくなくなってしまいますので。はい、これ完成です。これそのままでもほら皮に十分味がついてるんですけど、そこにすだちですね絞って召し上がっていただければさらにすっきり召し上がっていただけます。ではこちらが。その後はフグの唐揚げ。これは悶絶級にうまいです。味付けとしてはジャンキーとまではいかないぐらいで、程よくスパイスが効いた病みつきになる味わいです。またさばきたてなので筋肉がまだ生きていて、ムキムキで肉々しい食感が最高の食べ応えです。そして骨周りなので弾力があるだけでなく脂もあってジューシーな肉汁が弾けるように溢れ出てきます。これはビールが止まりません。どの部位もおすすめなんですけど、僕は好きなのは頬ですかね。頬は一番ちょっとそうですね、大きい部位です。フグの唐揚げ食べたことある人だったら分かるんですけど、皮が美味しいです。間違いないですよね。これアラカルトで食べれちゃうんですか？フグの余すところなく、食べていただいて最高っすね。フグに関しては醍醐味はさらにこちらにもございましてね。次は、フグの白子ですね。これ白子はこれは揚げ出しで、今から作っていきます。これだけのね白子を揚げ出しにするとなかなか食べ応えはあるんじゃないでしょうか。仕上げていきます。ちょっと想像がつかないですね。揚げ出しって唐揚げとはまたちょっと違う揚げ方なんですか？唐揚げというのは味がついてるものですよね。これは味をつけてないです。周りに片栗粉をまとわせて揚げています。で、火が入った段階でだしとつゆと合わせて一緒に食べるという感じです。白子はどれぐらい火入れるんですか？中心まで入るぐらいまでいきます。結構ね注意しないとこれ白子割れちゃうんで。火が強すぎるとパリって割れちゃう感じですか？なんかねポンって弾けるように弾けるような感じになってますね。薄皮に亀裂が入っちゃうような感じですよね。割れるような感じになります。繊細なんですね。かんずりと合わせたもみじおろしね。かんずり入ってるんですか？はい、じゃあこれは、白子の王様と言われたのはね、このフグの白子ですね。フグの白子もいただきました。こちらは揚げ出しで出てきます。白子の濃厚な旨味だけではなく、かつおだしの旨味も加わって奥行きのある味わいです。またかんずりを使っていることによって香りとしても深みがあり、香りと旨味の余韻が長い最高の白子の食べ方です。ちなみにかんずりというのは唐辛子を発酵して作られる新潟県特産の超希少な辛い調味料です。雪の下にさらしたり3年
年間も熟成するような作り方をすることから超希少なものです。つゆがうまいっすね。つゆ最高ですね。これ何入ってるんですか？かつおだしの返しですね。はい、一般的に言われるそばつゆに値します。うまいわけな。かつおの、サラダからお出ししましょうか。かつお焼いていきます。すごい濃いですね、色。血の色が濃いですね。かつおサラダから、あとはねブリしゃぶ。かつおはこれは焼くんですか？焼きます。はい、皮目バリバリに仕上げてからサラダに仕上げます。かつおのためだけに炭使ってるんですか？そういうわけじゃないんですけど、かつおとかうなぎとか。さっきうなぎもそっか炭で、炭で、はい。あとはねネギとかもそうだし、いい香りしてきましたね。めちゃくちゃいい香りしますね。いい香りしますね。これは油が乗ってるからこういう香りになるんですかね？そうですね。油と塩が挟まっていい香りに、皮目がねパリッと仕上がりますね。なんかお腹がすく燻香ですね。そうですね。これサラダとね合わせていきます。はい、でいきます。はい。めちゃくちゃいい香りしてましたよ、さっき。かつおのサラダとなります。途中でカツオのサラダもいただきました。ドレッシングの味付けもさすがの完成度でびっくりしました。またカツオは炭焼きにしているので香りもあって食べ応えのあるサラダです。ブリしゃぶやります。はい。ブリめっちゃ綺麗ですね。これが石川ですね。これ見ちゃったらちょっと頼みたくなっちゃいますよね。だいたいアラカルトのお店行くと他の人見てこれもこれもって言ってそうですね。あれも食べたいこれも食べたいめっちゃ頼みすぎちゃうんですよね。こんな厚切りでしゃぶしゃぶにしてくれるんですね。いやもちろんです。はい。なんかブリしゃぶってもっと薄切りなイメージがありますね。完全に火が入ってしまうとちょっとじゃないですか。だからこれでブリしゃぶしていきます。半生な感じを目指すってことですか？そうですそうです。確かに薄切りだとすぐ全部火入っちゃいますもんね。一瞬ですからね。みんなアラカルトに来たいって言っちゃったらどうします？そしたらもう1回戦目をアラカルトにしちゃう、ね、もしかしたらね反響を呼んだらそういうスタイルに変わるかもしれないですよね。大事にしたいお客様たくさんいるので考えながらやっていきますもうコース1回転目行ってからもうアラカルトまでずっと居座ろうかな、ね、考えられますよねそのパターンも。今まで出してこなかったやつが食べれるっていうのもいいんですよね。初めて食べるやつばっかりですもん今日。まあそうですよね。だから、普段お店でもあんまり食べる機会のないようなものを出そうかなと思ってます。これも缶ずりを一緒にはいどうぞ。ありがとうございます。次はブリしゃぶ。これも悶絶級に美味しかったです。厚切りの身に半生の火入れが最高です。溶け出した表面の油から瞬時に感じる旨味と食べてるうちに後からじんわりと出てくる時間差の旨味攻撃が口の中で長くゆっくりと味覚を刺激してくれます。ギリギリほぐれる感じがいいですよね。半分火が通ってるんでそれでいて油がすごく多いからみんな悶絶してるね。本当食べたいものをその都度ぐらいの感じでおっしゃっていただいて。あとは何があるんですか？あとは揚げ物でイワシフライアジフライで、ね、これもねすごくおすすめ。お腹に余力あれば、はい、両方行っていいですか？行きましょう。はい、行きましょう、ね、寿司屋が作るアジフライイワシフライってもう夢じゃないですか。この上ない食材で作らせていただきます。これ揚げるやつだからといって寿司ネタとグレードを変えてるわけじゃないですよね。変えてないです。はい。なのでもう寿司で出すネタをそのままですね。で油も乗ってます。鮮度もいい。そのような状態で今フライにしてきますので。本当は寿司でも食べれるやつってもちろんもちろん。はい。これちょっとスパイスブラックペッパーね効かして。こだわりポイントはパン粉ですか？パン粉ですね。生パン粉を使ってます。ノブさんみたいなお寿司屋さん高級店やられてると、アジフライ作る機会って普通はないじゃないですか。普通はないですねでも僕は揚げ物に関しては結構深いところまで追求してて、で実際のとんかつもですねかなり深いところまで勉強してるんで、はい、確かにこれ揚げ上がりかなりカラッカラのソフトパン粉なんでサクサクとしたそのパン粉自体の食感がね楽しめますね。なんかパン粉が一くず一くずが結構大きいように感じます。この大きさも独自に開発したものです。なのでこれは市販には売ってないので大きさも大事なんですね。そうですね、専用に作ってもらってるやつです。すごいですね。アジフライイワシフライへの熱の入れ方が半端じゃないですね。そうですね。
れもまた音が変わってくるんですか？音変わってきますよ。ちょっと低音気味に上げてます？今そこまで強くないですね。で今160とかでやってます。これは初めから強いとですね焦げてしまいますので、徐々にちょっと今温度上げてる状態です。いいですね。いきます。もういい感じですか？結構早いですね。身が薄いので生でも食べれる魚なので、完全に火を入れてしまうのはちょっともったいない。ここからの余熱で中にじわりと火を入れるような感じになります。あ、でもカリカリですね。でちょっとイワシも一緒にいきますね。イワシもアジ同様に身が薄いので揚げ上がりがね早いです。衣自体の水分がなくなれば衣はサクサクになります。はい、では間もなくですね。中の水分が出てきたその見極めで揚げるのがポイントですね。これちょっとタルタルと一緒に自家製ですか？タルタル自家製ではい作ってます。タルタルはじゃあなんかちょっと変わったことされてるんですか？サワークリームをベースとしたサタルタル。ワークリームなんですね、はい、色がちょっと違う感じですね。チーズっぽい色というか。そうだからすごいちょっと爽やかな感じですね。だからこの油に対して油を削ぎ落とすような爽やかな感じに仕上げています。分厚いですよね。まずは半分にしましょう。サワークリームにすると、重たくないって感じですか？重たくないですね。油中和してくれるような形ですね。マヨネーズふんだんに使うと油で結構やっぱ重いので。そうですよね。はい、そうなんですよ。なのでちょっと軽めにできるようにしておきます。次はアジとイワシのフライ。個人的に揚げ物が好きなので、回らないお寿司屋さんで究極のアジフライを作ってもらいたいという僕の夢が叶いました。そして間違いなく人生一でした。アジもイワシも脂が乗っていて、なおかつ火入れが完璧だからか、外側の衣がカリカリなのは当然のこと、中の身がふわふわトロトロです。そしてタルタルソースはサワークリームを使っているからか、油っぽく重たくないので、アジとイワシの油と衣の油をいい感じで中和してくれるようなバランスのいいタルタルです。でこっちもね、これは湯あん焼きです。湯あん焼き、銀だらですか？銀だらです。油入ってます。これはね、わさびと一緒に置いた感じがもうふわっとしてる。そうですね、油がじわっと乗ってますね。なのでこれはね、わさびと一緒に食べてください。わさびと身をほぐして召し上がっていただきましょう。その後は銀だらの湯あん焼き。これも油が乗っていて火入れも完璧なのでふわふわトロトロです。この後からすみとか食べます。つまみでいただけるように、仕込んだからすみですがまだソフトな状態ですね。焼いてちょうどいいぐらいのねソフト加減になってますので、からすみ焼いていきましょう。本当は普通のそのからすみにするためにはあとどれぐらい干すんですか？干そうと思えばあと1週間は欲しいところですね。でもこれくらいの状態でも生からすみとまでは言わないぐらいですか？生に近いかもしれないですね。生からすみみたいな。あ、すごいオリーブオイルの香りが。これはすごい。いい香りしますよね。なんだこれ。焼きからすみとなりますね。次は焼きからすみ。その場で焼いているので香ばしい香りがすごいです。例えると焼きたらこのような魚卵系を焼いた刺激的な香りです。そして焼いているからか歯の裏にくっつくようなねっちょりとした感じはなく、程よいしっとり感とホロホロと崩れていくような食感があり、食べやすく旨味も感じやすいです。この程よく温かい温度と香ばしさのあるからすみはなかなかないと思います。食べやすさも重要な一つなんですね。寒い冬の名物し、和牛の角煮なんですけど、大根もだいぶ和牛の煮物ってなかなかないですよね。しぐれ煮みたいなのはありますけどね。はい、僕をほら正月呼んでくれたら確実に喜ばせられる自信ありますじゃあこれ皆さんちょっとすごい香りしますね。いやもう召し上がってください。僕ももし目の前にあったら全部平らげてしまいそう次は和牛の煮物。色味は一見味が濃そうに見えますが、しょっぱすぎることも甘すぎることもありません。甘みと塩味のバランスが良く、そして素材由来の甘さを抽出しているからか、奥深い味わいでほっと幸せになるような一品です。プルプル和牛が驚くほど肉は柔らかく仕上げておりますね。はい、それはもう和牛だからプルプルとかじゃなくて、火入れで。僕はね豚も、やります。豚もすごく、柔らかく仕上げますし、
これが牛であろうと豚であろうと、ただこれこの甘みに関してこれ砂糖の甘みじゃないことに気がついた方いらっしゃらないですかね。この甘みに関してはですね、これ野菜の旨味をギュッと詰め込んで、今ここに入ってない野菜が実は含まれてるわけですよ。玉ねぎとか玉ねぎ、人参、ネギ、はい、野菜から出る甘みを基調としてるので、だから甘すぎないです。これも今後定期的に作っておくんですか、アラカルトには。そうですね、はい、もう言われたらすぐ出せるように。はい、じゃあガリ巻いて、はい、どうぞ。これ海苔バターうまいんですよね。これはどこの海苔ですか？これは兵庫ですね。兵庫加古川。有明ではないんですね。有明じゃないですね。でも有明ぐらい美味しいってことですよね。もう有明超えてます。超えてますか？超えてます。はい。めちゃくちゃいい香り。ガリ巻きは言えばって感じですよね。もうこれね癖になるんですよね。お通しみたいな感じですよね。寿司もお願いしてもいいですか？はい、じゃあ寿司お好みでね。何があります今日？マグロ、金目、ヒラメ、イカ、小肌、エビ、アナゴ、ウニ。今日マグロはどこですか？これは宮城ですね。宮城、はい、塩釜ですか？はい、塩釜です。ようやく近海のマグロも良くなってきたみたいで。そうですね。ようやくというか、まだ戻ってきた。本当に夏はちょっと地獄でした。みんなの注文がバラバラになってきた途端ちょっと大変ですよね。いやちょっとどころじゃないと思うんです。僕しか作れないっていう感覚をちょっと例えば煮物だったりとか若い子にも任せたりできるように、いやありがたいっすよね本当に。粋じゃないですか。粋な寿司屋というか粋な蕎麦屋というか。金目鯛ですね。ここからはお寿司をお好みで頼んでみました。こちらは金目鯛、脂が乗っていて口の中でジュワッととろけます。シャリは変わらずですか？変わらず、はい。赤身漬けます？おすすめは漬けですね。漬けます。漬けましょうか。赤身もお好みだと漬けなのか漬けないのかっていうのもそうですね。選ばせてもらえるんですね。選んでください。なんか新鮮ですね。絶対決まってますもんね。でもおすすめ言ってくれると嬉しいですね。次はヒラメですかね。次はヒラメ。昆布締めまではしていませんが寝かせているので噛めば噛むほど旨味が出てきます。淡白な味わいなのでここでシャリの程よい赤酢の香り、米の粒立ち、エアリーにほどける食感がしっかりと感じられます。次はこれスミイカ。次はスミイカ。塩とすだちがしっかりめに効いていてイカの甘みを存分に感じられます。イカは結構寝かせてるんですか？イカも寝かせが入ってます。はい。でもパツパツ感はちょっと残ってるぐらいですよね。そうですね。包丁の切り込みの入れ方ですね。はい。細かくやりすぎるとパツパツはなくなります。赤身は漬け。その次は赤身の漬け。ここの漬けはすごくてマグロの出汁が漬けだれに染み出ていてそれを継ぎ足して使っているので濃縮された深い旨味が赤身をコーティングしています。そして赤身の身はふわふわに柔らかいです。食べれば食べるほど美味しくなる食べたい欲求を上げていくのはなんか嬉しいですよね。なんかもっと食べたいと思わせるその料理じゃないですけど、ね、すごく嬉しいです。これやっぱ漬けだれが魔法の漬けだとね自負してます。マグロを漬け続けてマグロの旨味もありますけど、あとは昆布カツオの旨味、それも旨味をどんどん補ってるような感じでマグロの継ぎ足しになってるんですね。そうです、そういうことですよ。はい、マグロの継ぎ足しだからマグロの脂なりがすごく詰まってます。むっちゃ深いです。マグロの旨味がもう超深いです。小肌。そして次は小肌。脂が乗っていて旨味が強く酸っぱさを感じない程よい締め加減です。なんか握りの美しさがもうレベルアップしてる気が。ありがとうございます。この穴子をこの上ないふっくら感、この上ないです。僕も穴子。穴子で。はい、じゃあウニですね。はい、その後はウニ。臭みが全くなくピュアな甘みのウニに芳醇で香り高い海苔が最高の相性です。じゃあね、このふわふわの穴子いきましょう。最
最後に煮穴子、脂が乗っていて肉厚なのでふわふわとろとろの食感です。そして甘すぎず穴子の旨味を邪魔しない完璧な仕上がりです。今日そばって何があるんですか？そばは冷たいのからすみそば、うにそば、もちろんざるもあります。あと温かいそば、にしん、はまぐり、このわた。このわた。このわたちょっと面白いですよね。面白いですね、はい、食べましょうか。僕はこのわたをこのわたでいきましょうか。新商品。新商品なんで。そして締めにはそば、このお店の真骨頂です。なんと毎日手打ちのそばを作られていて、そばの麺の香り高さ、食感、甘みが最高に美味しいです。そのそばをいろんな種類で食べられます。ちなみに僕は今まで通って全種類を制覇しています。どんな人にどんなお蕎麦がおすすめか解説すると、まだまだ蕎麦を当てに酒を飲みたいなっていう人は旨味の強いからすみそばかこのわたそば、とにかく贅沢に行きたい人はウニそば、握りで出すのと同じハイクオリティのピュアなウニが出てくるので超贅沢です。温かいそばでもう完全に締めたいなっていう人はにしんそばかはまぐりそばか鴨そば、中でも胃腸に優しくいきたい人ははまぐり、優しい甘みも感じたい人はにしんそば、肉々しい感じを味わいたければ鴨そばがいいと思います。ではにしんそば、はまぐりそばを、はい、ニシンはもうノブさんの手間が一番かかってるやつなんで、そうですね、一番なんだろうね、天才的な甘さというか甘みですよね、ニシンも。ニシン、ありがとうございます。これはいったからすみをね、入りからすみなんですね。入りからすみ、芽ネギとね一緒に合わせて。前芽ネギなかったですね。合はわせてないですね。はい、これはい深夜用に。コースとはまたちょっと違う形ですね。ちょっと贅沢すぎるな、食べ方としてはウニとそばを一緒にリフトするような感じでね、はい、食べるといいです。すごい元気よく返事しちゃった楽しみすぎて。ウニうまいっすね。クオリティ高いっすね。もちろんそばはねうまいがあってのウニそばですから。そばの甘みもでもしっかり感じられます。ありがとうございます。鴨だしのすっごいいい香りがする、ね、なんかネギの焦がした香りがもうすごいいいですね。鴨をまず最初に食べて、でそばその後の出汁で食べてください。日本三大珍味の一つがからすみこのわたと刻んだわさびと一緒に。わさび刻むんですね、そうですね。あんま辛くないですか、刻みわさびって。刻みだと辛みが中和されて、はい、食感が。このわたのなめろう、これと混ぜていただくんですが、あとはねこの卵黄と一緒に。うわ、はい、このわたそばですね。究極の卵かけそば。卵かけそばですね究極です。一人そのドロッとした食感と、ね、卵の卵黄と塩味と一緒に味わっていただきます。これね、ごめん、絶対食べた方がいいからうまい、これ。よかったです。これうまいっすわ。よかったです。いや、うまいっす。ふわっとこのわたがくる感じ。はいはい。このわたのちょっとなんか癖もありつつ華やかな旨味がふわっとくるんですよね。そうですね。よかったです。このわさびの仕事もしっかりしていて、卵黄との掛け合わせでこのわた単体だけで合わせるとどうしてもねちょっと癖が勝ってしまいますので。なんか卵黄に包まれた卵黄の中からふわっと旨味と塩味がくる感じ。和食の知識を持った人がそば作ると結構ほら幅がバリエーションがすごい広がるんで。味のイメージは作れるんで、だからそれの素材との掛け合わせで何通りもいけます。最後デザートを食べます。わらび餅で。そば良かったですか？コシがいいっすね。コシと甘みがすごいあって。何よりです。蕎麦屋に引けを取らないというか、蕎麦屋を超えた割烹そばみたいな、確かに、そういった形で目指せ蕎麦屋なんで僕は本当はね持ち味たくさんあるんで。そうですよね、もったいないです。逆に蕎麦屋だけだともったいない。蕎麦屋だけだともったいないって、寿司屋だけだともったいないって。そうですね一通りね食べたい方は前半のコース、お越しいただいて、今日はちょっと蕎麦と一品という気分であれば夜食べに来ていただいて。寿司と一品とか寿司とそばっていう日もありですよね。ありですね。出来たてのあったかいわらび餅がまたうまいんですよね。口どけよくて、そうです、香りも立ってて、きな粉もね甘さを控えたこの和三盆で
整えてます。和菓子でくどく感じないようにやっぱ甘さはすごく調整してます。この後黒蜜かかるんでね。そして最後には出来たての温かいわらび餅を香り高いきな粉とピスタチオアイスとともにいただいて終わりです。粋なお店ってそういうですね。もう僕もずっと求めてたものだし、おそらくみんなが求めてるものなんじゃないかっていう。そうですね。世の中的にはある意味その逆というか、今までの仕事って結構その無駄を省くような仕事今まであるんですけど、こういった仕事って正直効率すごく悪いので、オペレーションとしても効率悪いでしょうし、そうですね、はい、変な話、オーダーが入んなかったら廃棄とかも、もちろんそうですね、はい、だからもうある意味その効率の逆を言ってるわけで、お客様にどれだけ寄り添えるかという勝負、ある意味なんか失われてるものって多分そこだと思うんですよ。こちら側の効率を重視するあまりお客様の気持ちを削いでるような感じですよね。好きなものをその日あるものを聞きながら、はい、ちょっと会話しながら、食べたいものを決めていくみたいな、本来あるべき姿ですよね。わがままなお客さんにはもうもってこいですね。もってこいですね。自分専用のお店みたいなのが作れますよね。できるだけお答えできるようにありがとうございます。頑張りますので。ありがとうございました。いや、とんでもないです。ありがとうございます。ございました。ありがとうございました。はい、またお願いします。はい、よろしくお願いいたします。以上が寿司屋のぶさんの深夜食堂で食べた全メニューでした。寿司好き和食好きからしたら夢のような時間でした。僕自身が生涯通いたいと思い続けるのはきっとこういうお店なんだろうなというふうに思っています。気になる人は仕事帰りに一杯からでも寄ってみてください。きっとのぶさんのファンになると思います。そしてこのようなお店をはじめとして特別な食体験を一緒にする仲間が欲しくて会員制のグルメコミュニティを立ち上げました。入ってくれた方は絶対に損させないので、興味ある人はぜひ概要欄を見てください。またこの動画を見て美味しそうだな、行ってみたいなと思った人は高評価をお願いします。もっとこういう動画を見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた方はチャンネル登録もお願いします。それではまた。